皆様こんにちは。人生のほとんどを浪費家として過ごしてきたおでこです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。浪費家だった私がミニマルライフに目覚めて暮らしを整えたら、自然と浪費も減ってきました。浪費が減ると本当に最高です。お金にゆとりが生まれて貯金もできるようになって、お金の悩みがぐんと減りました。悩みが減ったらストレスも減って、また浪費が減る好循環なので、今回の動画では自然と浪費が減るようになる整う暮らしのマイルールについてお話しします。整う暮らしのマイルール1つ目は、まずは半分です。私は元浪費家で貯金ゼロで見えっ張りでしたが、意外と完璧主義でもありました。だから貯金しなきゃと思うと高すぎる目標設定になるし、節約となると修行家というくらい過酷なことをしようとしていました。だからこそ、まずは半分。理想は浪費を完全にやめることですが、そこを目指してもできない自分にまたストレス。浪費家にとってストレスはお買い物と背中合わせ。だからまずは半分くらいのモチベーションの方が長い目で見て支出は減っていくと実感しています。家事も半分できたら上出来だし、掃除も半分くらいでやめておくくらいがちょうどいい。まずは半分くらいのゆるい目標設定がおすすめです。整う暮らしのマイルール2つ目は、今あるものに目を向ける。受験生がやる気いっぱいで参考書を買う。数ページやっただけでモチベーションが下がる。そしてまた別の参考書を買う。こんなことを繰り返していたら、参考書を増やす前にまず一冊頑張れと思うかもしれません。そして浪費家の私もやっていることは同じような気がします。次から次へと買って物を増やして、ちょっと使ってまた別のもの。だから新しいものが欲しくなったら、まずは今あるものに目を向けてみる。断固買わないというのではなくて、今あるものを使ってみてから新しいものへ目を向ける。この順序を大切にしたいと思っています。整う暮らしのマイルール3つ目は、暮らしの最低ラインを決めておく。埃は家具の隙間が大好きで、物欲お化けは心の隙間が大好き。だから心を整えるためにも暮らしを整える。そして暮らしを整えるためにすることは、暮らしが荒れすぎないように最低ラインを決めておくこと。私にとっては、毎日ゴミだけは片付ける。毎日カバンの中身は全部出す。この2つです。部屋が散らかったままだとしても、ゴミさえなければなんとなく小綺麗な気分でいられます。そしてバッグを通して物は部屋に持ち込まれるから、毎日全部出して整理整頓。この2つだけは毎日コツコツと続けています。物欲お化けに誘導されたお買い物よりも、自分の意思で選ぶお買い物の方が絶対に楽しいはず。心の底から楽しいと思えるお買い物をするために、暮らしを整えて心も整える。整う暮らしのマイルール4つ目は、定期的に持ち物を見直すです。浪費家を卒業した今もお買い物が嫌いになったわけではありません。
だからこそ買うのなら最高のお買い物をしたいと思っています。そのためにも定期的に持ち物の見直しをして今の自分の状態をカウンセリングしています。不要なもの、使い切ったもの、買いすぎたもの、足りているもの、そして足りないもの。持ち物の見直しは減らすためだけではなくて新しいものを迎え入れるための下準備でもあります。すべてのお買い物がダメなのではなくて必要なものを必要なタイミングで適切に買うことが大切なのかなと思っています。整う暮らしのマイルール5つ目はお金の優先順位を決めておく。企業に企業理念があるように家庭にも家庭の理念があるとすれば我が家の場合は家族が安心安全に暮らすこと、家族の健康を守ること、やりたいことはやってみる、こんな感じになりそうです。だから防災グッズや非常食の準備には費用をかけるし YouTube をやりたいと思ったからチャレンジしてみました。ずっと京都旅行に行きたいと思っているのに日帰りで鎌倉に行って草津に行ってお金が足りなくて京都に行けない。それはちょっともったいないような気がします。だからこそ家庭の理念を明確にしてお金の優先順位を決めておく。お金の優先順位が決まると節約のための我慢だと思っていたことが理念に基づく有意義な取捨選択に変わります。お金には限りがあるからこそ一番大切なことから順番に使っていく。もう浪費家時代のような行き当たりばったりの浪費はしません。整う暮らしのマイルール6つ目はなんとなく気分がいいを積み重ねる。ぐっすり眠ると気分がいい。ベッドメイキングをすると気分がいい。歯を丁寧に磨いたら気分がいい。お気に入りのマグで飲むコーヒーは気分がいい。気分のいいことだけをぴょんぴょんぴょんと飛び石をするようにつなげていく。そんな暮らしを意識しています。浪費家時代はお買い物だけが唯一の楽しみくらいに思っていて不安やストレスの解消のためにショッピングモールを徘徊したり見栄を張るためにブランド物を買ったりいつも残金を確認してあと何が買えるかなとお買い物のことばかり考えていました。でも暮らしを整えて日々のちょっとしたことでも楽しめるようになると少しずつお買い物に興味がなくなってきている感覚があります。お買い物以外にも楽しいことはたくさんある。 YouTube 動画の制作もその一つです。今回は整う暮らしは散財知らずということで整う暮らしのマイルールを6つピックアップしてみました。私が散財をやめられたのは捨て活のおかげです。溢れ返ったものを手放したら見栄での浪費の多さに愕然としたし物を所有するって手放す苦労も引き受けることだと実感したし何より本当に必要なものは案外少ないと気づくことができました。そして今ではミニマルライフが最高でたまりません。これからも動画やイラストを使っておせっかいかもしれませんが皆様の捨て活を後押ししたり物欲をバスターズしていきたいと思っています。それでは最後までご覧いただいた皆様ありがとうございます。